整数マスターに俺はなる。はい。ということで今回こちらを見ていきたいと思います。ルート n 乗足す n 足す5が整数となるような整数への求めを。こちらを考えていきたいと思います。この問題、慶応大学で出題された問題を少し修正したバージョンで、実際の問題、この5の1っていうのを34という風にしたものが実際には出題されておりました。別に5だろうと34だろうとやるべきことは全く変わらないんですが、答えのパターンが34だと多くなってしまうので、それをうまく減らせないかということを考えて楽するために一応5に修正したバージョンでここでは考えていきたいと思います。ゆとり世代なのでこのぐらいのサボりは許してください。はい。ということで今回この条件を考えていきたいんですが、整数問題のエッセンスは以前紹介したこの3つでした。積の形を作成して約数倍数に注目しよう。丸2余りに注目していこう。丸3範囲に注目していこう。この3つをうまく駆使して今回のこの問題を解いていきたいんですが、今回処理したい条件っていうのはこれですね。ルート n 乗足す n 足す5っていうのが整数という風になるよと。この条件を処理していきたい。で、今回こういった条件があるんですが、この条件はそのまんま、要するにルート n 乗足す n 足す5が整数となるよっていうのをこれ一生懸命考えてあげて、このままの形で眺めてもあまりうまい方針っては見えてこないんじゃないかと思います。n に例えばいろんな値を入れていつなるんだろうとか、0だったらならないなとか、そういったことを考えてあげても、あまりうまい方針って見えてこないんじゃないかと思います。で、これは整数問題に限った話ではなく、数学の問題において言葉で条件が与えられることっていうのがあるんですが、それをそのままの形で眺めてあげて方針が立てばいいんですが、それではうまくいかないこと、それでは方針が見えないことっていうのはよくあります。で、その時にこういった言葉の条件を意識して式で表してあげようねと。式だけに。意識して式化してあげようねというような感じで、こういったことがこういった問題を解いていく上でのコツになっております。これは数学が得意だったりとか、そういった人においては慣れてきたりすると別に大したことはないんですが、ただそんなに数学が得意じゃなかったりすると、この段階でちょっとハードルがあるのかなというふうに思います。今回はこれそのまま式で表すだけであるんですが、ルート n 乗足す n 足す5が整数というふうになるよと。これをそのまま式で表してあげます。ルート n 乗足す n 足す5っていうものが、じゃあ整数となるよと。じゃあなんか m みたいな形で書けるよと。これただそのまんま表しただけなんですが、m という整数を使って、これイコール m というふうに書けるよと。こういうふうに式で表してあげるよ。これを意識してあげるよと。で、今回はルートなんとかというふうな形なので、この m っていうのを0以上というふうな形で、こういうふうに表すことができます。で、これで式で表すことによって、例えば方程式になっているので、両辺事乗したりとか、そういった式変形等ができるようになって、さらにやれることっていうのは増えていったりします。はい。なので今回この形で考えていきたいんですが、やはり整数という条件を使いたいので、このルートの入った形ではなく、両辺を事乗してあげようと。n 乗足す n 足す5っていうのが m の事乗。で、こうすることによって、全部整数の話の両辺の等式になりました。で、こういった形になって、じゃああとはこれを満たすような n とか m とかを求めていきたいよと。じゃあこの段階で積の形を作るのか、余りか範囲かっていうのを考えていきたいんですが、この形を見た瞬間に、範囲はおそらくないんだろうなというような気がしております。なぜかというと、範囲っていうのは要するに大きすぎたら NG かとか、小さすぎたら NG かとか、そういったことを考えていくんですが、別に N 大きすぎても、M っていうのをそれだけ大きくしてあげれば、これ対応できそうなので、なんかこの N の範囲に上限があったりするとか、なんかそういったことはなさそうだから、この丸3、範囲に注目するのはなさそうだなというふうな気がします。なので、あまりに注目するか積の形を作成するかなんですが、今回じゃあこれ積の形が作成できないかと。例えばこれ、事乗というふうにあるので、これに注目してあげて、一応積の形は作成することができます。n たす5イコール m 事乗マイナス n 事乗なので m たす n っていうのと m マイナス n。じゃあかけて n たす5だよと。だからこれっていうのは m たす n の倍数とかそういった注目ができるんですが、ただこういうふうに注目しても、こっちにも文字が入ってるし、ここにも文字が入っているので、この形やってもうまい処理っていうのは、うまい方針っていうのは立てられません。で、今回なんでこんな感じになっているのかっていうと、こっちにも文字があって、こっちにも文字があるよと。もともと言うとこの n って登場箇所2箇所なんですが、この2箇所登場しちゃっているので、左辺にも文字、右辺にも文字が残ってしまったりしているわけです。じゃあこの n っていうのを1箇所にまとめることができたら嬉しいんですが、こういうふうな二次式において、この n っていうのを1箇所にまとめる方法っていうのは平方完成というふうに言いました。これは1回経験しておけばそんなに苦しいところではないんですが、初めてだとなかなか難しいかもしれません。この n 乗足す n っていうのは平方完成してあげて n 足す2分の1の事乗マイナス4分の1プラス5イコール m の事乗。今回 n 足す2分の1分数が出てきてしまったので整数の範囲になるように、じゃあこれ両辺を4倍してあげましょう。両辺4倍すると2の事乗倍するので、この中身を2倍下げて 2n プラス1の事乗をマイナス1足す4倍して20と。で、これが 4m の事乗をこうすると 2n プラス1の事乗プラス19っていうのが 4m の事乗。で、これで1箇所にまとまったので何かの事乗と
これ何かの2乗と。2乗引く2乗の形になります。じゃあ今回 4m の2乗を右辺に持っていって、2n プラス1の2乗マイナス、これも 2m の2乗というふうに書きましょうか。イコール、マイナスの19ですよと。なのでこういった形で、これで、2乗引く2乗なので、和と差の積の形を作成することができるよと。今回は中身の部分の和の方、2n プラス1足す 2m と。で、これ 2n プラス1マイナス 2m。和と差の積っていうのが、マイナスの19ということで、あとはこれを考えてあげれば OK。かけて19というふうになっている、マイナス19というふうになっているので、どちらも19の約数だよと。じゃあ可能性として、1× マイナス19と、19素数なので 19× マイナス1と、あとはマイナス 1×19 とマイナス 19×1 と、この4パターンが考えられます。で、まだ処理していない条件として、これの条件は処理したんですが、今 m0 以上というふうに置きました。ルートというふうな形になっているので、m が0以上。こういった範囲の状況があるので、この4パターンにおいて、この範囲に今度注目してみましょうか。今回 2n プラス1足す 2m っていうのと、2n プラス1マイナス 2m というのがあるんですが、m0 以上っていうことを考えてあげると、2n 足す1というものに 2m という0以上のものを足すのか引くのか、それは足した方が大きくなるよねと。0の場合があるので、0だったらどっちも何も足さないよ、何も引かないよだからイコールになるんですが、とりあえず左の方が大きくなるよと。じゃあこの中で4パターンの中で左の方が小さくなっている、左が負になっちゃっている、この下の2つは排除できるから、あとは結局この2パターンを調べていけばおしまいです。はい。あとは普通に連立方程式を解いておしまいで、2n プラス1プラス 2m、2n プラス1マイナス 2m。じゃあまずは 1× マイナス19っていうのを見ていきましょうか。1× マイナス19の時は、上足す下をすると 4n プラス2で、ここが消えて、m が消えてマイナスの18。上引く下をすると、2n 足す1が消えて 4m。上引く下ので20と。移行してマイナス25。4で割ってあげてマイナスの5。m イコール4で割ってあげて5と。で、一方、ここの部分っていうのが、19マイナス1。19マイナス1の時は、上足す下っていうのがこれ18、上引く下っていうのは20というふうになるので、じゃあこれ移行してあげると16を4で割ってあげるので4と。で、下側の方20を4で割ってあげるので5。だから n っていうのは結局、ちょっとこっちに移りますが、n っていうのはマイナス5と4と。m はもう55というふうになっているので、ちゃんとこれが整数となるというような条件は満たしているので、今回の n と n の値としてはこの2つだよというふうに選ばれました。はい。ということで、今回の問題としては、まずこういった言葉の条件を式で表そう。こうするだけでだいぶ見え方が変わるんじゃないのかなというふうに思います。で、これを表してあげると、あとは式変形ができるんですが、この形、n を1箇所にまとめるために平方完成をするよっていうのは、1回ぐらい経験しておいた方がいいのかなと思うんですが、それさえできてしまえば、あとは結局、2乗引く2乗というふうな形になっているので、積の形を作成できますよと。で、仮にこれ思いつかなかった場合っていうのはちょっとめんどくさくなるんですが、結局は、この方程式を考えていくので、一応、対処できるんですが、じゃあこの方程式において、じゃあこいつっていうのは、n の二次方程式というふうに見てあげれば、同じような処理っていうのは一応できます。仮にこれ思いついたら多分楽なのでこっちでできるといいんですが、思いつかなくても n の二次方程式というふうに見ると、n っていうのは2分のマイナス1プラスマイナスルート解の公式です。1マイナス4の5で m 次乗移行してあげるので5マイナス m の次乗と。すなわち2分のマイナス1プラスマイナスルートマイナス20なのでマイナスの19プラス 4m の次乗と。で、これ n っていうのが今整数というふうに言ってるので、このルートが外れるよと。じゃあルートが外れるから、マイナス19足す 4m 次乗っていうのは、なんか今度は、じゃあ k みたいな形で書くことができ、これ k 次乗というふうにしてあげると、今と同じようなところになるんですが、これ移行してあげれば、マイナス19イコール k 次乗マイナス 4m の次乗と。で、こういうふうな感じで今と同じような操作をやっていけば、一応出すことはできて、ただこうすると k の値が分かって、その後 n の値を調べなきゃいけなかったりするので、ちょっと二度手間感があるからあんまりお勧めはしないんですが、ただ思いつかなかったらこういったものもあったりして、逆にこういうふうにやった方が見通しが良くなったりすることもあるので、そこは問題自体の状況に応じて変わってくるんですが、ただこういった方針もあるよということは一応ここに留めておいても損はないのかなというふうな気がします。はい。ということで今回はこんな感じで見ていきました。また見てください。バイバイ。